今こうして4台の NCV が揃う姿を見て、改めて開発の日々が思い起こされます。セダン、フィールダー、ランクス、そしてスパシオ。どれも数多くの技術者たちの人に言えぬ苦しみや悩み、そしてもちろん喜びや情熱、夢が込められた車です。新時代を告げるスタイル、ゆとりある居住空間、快適な走り、そして安全性、どこまでも理想を追い求めた上質なセダン NCV カローラ。美しくダイナミックなボディ、アクティブな毎日に十分な広さのラゲージルームを備えたカローラフィールダー。スポーティーな走り、快適な操作性、使い勝手、全てを5ドアハッチバックというスタイルに凝縮したカローラランクス。普段はゆったり2列、必要な時だけ3列に。リラックスパッケージ新基準カローラスパシオ。現在 NCV カローラはこれら4車種がラインナップされている。今日は山あり谷あり、開発のプロセスにおいて私たち開発者がどんな思いでこれらの車を作り、皆様のもとに送り出したのか、ほんの一部ですがご紹介したいと思います。まずカローラの歴史を振り返った後、 NCV カローラセダンの開発物語をご覧ください。日本がまさに高度成長時代の真っ只中であった昭和41年、その後世界の自動車業界を牽引し続ける車が誕生した。初代カローラである。低価格、同時に夢のある全く新しい大衆車カローラ。当時としては群を抜く強力なエンジン、コラムシフト全盛時にあえて世に問うたフロアシフト4段トランスミッション、丸型メーター、セミファストバックスタイル、スポーティー性という魅力をとことんまで追求したカローラは、時代の心をがっちりと掴んだのである。企業サイドのコンセプトではなくて大衆サイドのコンセプトにしたかったという。要するに大衆が望むものは何であるか、必要にして十分であって、しかも楽しめる、多少楽しめるというものは何であるか、余計なものは必要ない。最大多数のお客様の本当に喜ぶことは何であろうかということを大事のコンセプトに立てたと。この精神がね、おかげさまでやはり次の世代のチーフエンジニアないしは会社の企業姿勢に生きてると思うんですよ。その後もカローラは多くの人々に愛され、常に日本のモータリゼーションの先頭を走り続けてきたのである。そして初代誕生から34年を経た2000年、9代目カローラが登場した。開発を担ったのは吉田武史チーフエンジニアと彼が招集をかけた第一線級のスタッフたちであった。国内だけじゃなくて世界に通用するもうグローバルコンパクトの基準を作りたい、お客様が本当に感動する車を作りたいというふうに思いました。吉田、そして全ての部門の担当者たちが新型カローラの開発に、またコンパクトセダンそのものの復権に自らの矜持をかけて挑む。もうどうせやるんなら世界に通用するグローバルコンパクトを作ると。もう妥協は絶対しないと。もう最後まで諦めずに、とにかく自分で飛べるとこまで飛んでみるということをみんなに言いました。だが彼らの前には大きな壁が幾度も立ちふさがる。それは栄光の歴史ゆえの重圧。カローラになってしまうっていう、恐怖感もありながら、それをなんとか出したいと思いながら作っていたのは事実ですね。それは世界に通用する車を、また
21世紀の先端を行く車を作り上げなくてはならないという使命感。違うんだよな、こうじゃないんだよな、作り方かった車ってこういうのじゃないよね。飛び足りない。せっかく異次元の新しいカローラじゃないところへ飛んだつもりって。開発者たちは歯を食いしばり挑戦し続ける。我々の夢を全部ぶつけた車と。眠れぬ夜を過ごし、時には戦い、時には励まし合って、やり直しを恐れないと。これは新しいカローラの誕生、そしてセダンの復権に4年の歳月をかけた開発者たちからの熱いメッセージである。9代目カローラを作ることが決まった時、まず吉田が心の中で決意したこと、それはゼロからの出発であった。日本の方ほとんどカローラっていう名前とカローラっていうブランド名とカローラっていうイメージをそれぞれ持ってみると、我々開発陣も同じように持ってると。もうそれを一切合切なくそうと。デザインが始まった。デザインはチームワークであり、かつ個人の戦いである。一人一人がスケッチを進め、そのアイデアをコンペでぶつけ合って決めていく。内装と外装、彼らはそれぞれのベンチマークを定めた。でベンチマークっていうのは、例えばかけっこでいうと誰と一緒にかけるかなんですよね。で誰を任したらいいか、それがゴルフだったんじゃないかなと思うんですよね。ゴルフっていうのはゲルマンっていうかしっかりものを作るんですけれども、ちょっと事務的な感じがするんですね。で我々が作りたいのはそうではなくて、もっとこうスポーティーなエモーショナルな柔らかい雰囲気っていうのを出したかったんですよ。普通でしたらカローラのライバルであるサニーであるとか今までのカローラとかそういうのを見ながら、それを超えようとやるんですが、今回はもうクラスレス、BMW であるとかアウディを引っ張り出してきて、もう車格が全然違うんですけど、これの存在感に負けたらいかんぞ。開発スタートから1年が経過した。本社デザイン、テクノアートリサーチ、キャルティの各デザイン拠点の中から本社デザインの案が選ばれた。それは誰から見てもバランスの取れた美しいデザインであった。また次世代コンパクトクラスのグローバルスタンダードを構築するという吉田の狙いを十分実現しているかのように見えた。だが綺麗すぎると言っちゃなんだけども、当時見て綺麗なんですよね。今見て綺麗だと、何も抵抗もないと、何もないという、どっちかというとその感動を求めるところまで行ったかどうかですよね。当時はそれでこれでもいいかなと、やっぱり僕も妥協したかもしれませんね。1ヶ月後、全役員を迎えたデザイン最終審査が行われた。ここで了承されれば開発に一気に加速がつく。ずらりと並んだ役員を前に吉田が説明に当たった。当初はすこぶる良い感触であった。おー、綺麗な車ができたね。よくまとまっている。そんな声も上がった。しかしやがて一人の役員がこう言った。まだ今のカローラに似ている気がする。畳みかけるように別の役員も言った。世界に通用するのかね、これで。吉田は思わず言葉を失った。あの胸騒ぎが当たった。もう一度検討し直す、それが結論だった。激震が走った。その時はですね、やっぱりショックでしたよね。今だから言えるんですけど、これはもう今までみんなとやってきた仕事というのを、自分ではなんか不安があったにせよ、
否定されたというか、戻ってもう一度やり直すということになったわけですから、やっぱり飛び方が足らなかったと。チャンス、一つで言えば新しいものを作るチャンスになったし、我々ももっとやっていいんだと言われたというふうに取りましたね。4ヶ月が経った。町はすっかり晩秋の佇まいを見せていた。7月の急転直下の展開に応え、本社デザイン、エポック、キャルティ、東京デザインセンターがそれぞれ1台をコンペに持ち込んできた。そこで注目を集めたのは、意外にも欧州のエポック案であった。塊感が違うんですね。僕らから見てもすごいなと、がっしりしてるなと。でよく同じようなパッケージ、同じような条件で車を作ってるんですけど、よくあそこまでやれるなと。結論は出た。エポック案をベースに進むこととなったのである。吉田はエポックのデザイナーを呼び寄せ、本社のデザイナーと共にデザインをさらに磨き上げていった。本当に短期間で2ヶ月3ヶ月の間で入ってないハードも織り込みながら、エポックの持ってる良さを全部生かした上で製品化に結びつけたと。ものすごい密度の高い仕事をやったと思います。あくる年、再び全役員が集まり、デザイン最終審査が行われた。今度のデザインに果たして OK が出るのか。吉田たちは緊張した。結果は。いいじゃないか、これでいこう。結果は了承であった。開発のスタートからほぼ2年が過ぎようとしていた。所詮カローラはカローラかもしれません。コンパクトな車です。ただしその中に、どういう風な質感でものを作っていくかっていう点ではカローラのつもりで作ってないんですよ。常に、いい車を作ろうと思って作ってます。世界一の車を作りたいと思って作ってるんですよ。CV カローラが皆さんに、今セダン乗っておられる皆さんに受け入れられて、いいねと、本当に使いやすいね、これで十分だねと、そういう言っていただいて、本当に喜んでいただける、それが夢ですね。デザインの変更に最も影響を受けたのはパッケージであった。新しいデザインを受け、いかに乗りやすく心地よいパッケージを実現するか。限られた時間の中、モックを使った改良が幾度となく繰り返された。例えばペダルですとかヒップポイントの位置ですとかステアリングの位置、もう一度やり直しかなというところで、せっかくできたんだけども、それ以上にいい、レベルにするということで、もう一度ゼロから始めました。内装の設計において担当者たちがこだわったこと、それは極限までの精密さであった。しかしそれは生産部門との圧力を意味した。月の話は先ほどの対策によってパッドに引っ掛けれるような感じで、連日続くミーティング。従来の常識の枠を打ち破る苦しさがここにもあった。インパネのサイドのレジスター、風の吹くところ、これから窓を晴らすサイドデフロスターっていうところあるんですけども、従来ですと、2ミリ3ミリの段差っていうのが当たり前なんですが、今回は、設計基準を破ってで1ミリにしました。でそうすることによって、面差がなくなりまして、非常にそのストレスを感じにくくなったり、あるいはその外形でいうフラットサーフェスというところが実現的だと思います。デザインの大幅変更は振動・騒音にも大きく影響した。やられたと思いましたねで、
もうそれまでずっと約2ヶ月余りモデルをずっと作ってるわけですが、もうどこまで変えないといけないんだということがもう頭の中ぐるぐるぐる回った状態でした。担当者は巻き返しを図り、元のデザインを自動的に新しいデザインに変換するモーフィングと呼ばれるシステムをこの車で初めて使った。また振動騒音をバーチャル上で予測する画期的システムも駆使した。特に日本人の場合はですね、欧米人よりも低い周波数の方に敏感なのでそこら辺の周波数を下げるような開発努力をして車に織り込みました。その結果は目を見張るものであった。ミディアムクラスに匹敵する優れた静粛性を獲得したのである。今回作りましたそのボディの構造というのは、現在、現存するコンパクトセダンのボディとしては、NV として理想像に近いものじゃないかというふうに思っています。開発には体力勝負という一面もある。ここに最も体力を消耗した一人の男がいる。ヘッドランプの設計担当。設計の元となるデザインは刻一刻意匠が変わった。その度に設計のやり直しとなる。今回デザインがこだわっていたのはレンズ面のスラントであった。ところが狙い通りの角度にすると光がうまく飛んでいかないのである。設計のこれはわがままかもしれないですけど、設計の思い通りの形になかなかならなくてですね、明るさを確保するためのなんですかね、リフレクターのサイズっていうのがなかなか取れなくて、なんとか設計とデザイン2つとももう折り合った形で今の一番いい形にできたかなと。ここは静岡にあるランプメーカーの廃校試験場。ヘッドランプ担当者は試作品ができるたびに東名高速を飛ばし、夜遅くやってきては廃校確認をした。夏は夜暗くなってからランプ照らすとですね、虫とかいっぱい寄ってきたりですね、あと冬はもう夜中っていうか太陽沈んでからかなり寒くなった時期から始めないといけないもんですから、その寒さということで結構辛かったですね。その熱心さにランプメーカー担当者も驚いた。そして彼の連夜の努力に何とか応えてやりたいと協力を惜しまなかった。純粋にですね、非常に明るさに対して求めてきた。今までのランプに対して 105%、7%、10% というような形で非常に細かい値で明るさがどのぐらいになるのかということで求めてこられてですね、それに対して我々も非常に大変ではあったんですが、応えることによって非常にデータ的にいいものが取れたかなと。こうして試験場を照らすランプは次第に理想の光となっていったのである。147センチからですね190センチぐらいまでの人、体重が軽い人から大きい人までいろいろいます。それに対してみんな乗って同じように感じる、そういうシートにしたくてそれを開発してきました。従来の国産車やアメリカの車に多いふわふわとした感じではなく、ドイツ車のような硬さでもない。シートの担当者は包み込む感じのシートを目指した。そうした試行錯誤の中から画期的なアイデアが生まれた。シートをしっかりと形作りながら柔らかく人を包み込むために、柔らかい部分と硬い部分が一体化した素材を使用したのである。また縫い目の一つ一つに気を配り、高級感を感じさせる立体感を出すことに成功した。お金をかけてしまうと、それはお客様に渡る間で高くなってしまうと、それは絶対やりたくないということで、お金をかけずにかつ乗り心地につきましてはプジョーの306で、見栄えにつきましてはゴルフ、今出てるゴルフ
きっと勝ってると思ってます。基本性能を担当する部門のスタッフたちもその開発途上において高い理想を実現するため数々の壁を打ち破らなくてはならなかった。まず高速直進安定性、しっかりまっすぐ走れる、風が吹こうが路面が荒れようがドライバーがドキドキしないっていう、安心感、そして実際ハンドルを切った時にお客さんが気持ちいいな、楽しく曲がれる、そしていざとなった時にドライバーを裏切らないという、車にしたいということを心がけました。高速直進安定性の向上、ステアリングフィール、そして安心感。担当者はそれらを求めて過酷な開発の日々を送った。非常に体力的にはものすごく辛かったですけども、エンジニアとして予想をコンピューターでシミュレーションして、きっと明日こういう結果になるだろうって次の日やってみてうなだれることもありますし、すごく嬉しい時もある。合ってた、俺ってすごいなって思う時もあるという、その繰り返しで、やっぱり非常に得るものがでかかったなっていうふうに思いますね。98年夏、担当者たちはこれまでに例のない走行実験を試みる。大胆にも試作車をヨーロッパに持ち込んで競合車と共に一般道を走らせてみたのである。いい結果が持って帰れるというシナリオで、ヨーロッパに出かけたわけです。でヨーロッパには同じクラスの競合車がたくさんありまして、でその競合車なんかと、厳しい路面をいろいろ走ってみたんですけれども、ところが期待に反して結果は満足できるものではなかった。ダメだなこれじゃっていう感じでした。ものの違いというんですかね、非常に違うなこれっていうところをやはり非常に痛感しました。もう全部今までのものを捨ててやってやろうかなっていう気になりましたね。妥協はできない。帰国後ボデー合成、そして足回りの改良に早速取り掛かった。サスペンションは径角、キングピンとタイヤの距離など基本設計そのものを事実上ゼロから見直した。同時にタイヤも初めから開発し直した。当初タイヤメーカーは呆れ難色を示す。通常は既存のタイヤの中から改良を重ね作り出していく。それをゼロからとは。非常に使われるお客様の乗用域での条件でのこだわりというのがですね、やはり他の車とはレベルの違うご要求が最も一番の私どもとしては難解な点ではあったんですけれども、しかし次第にタイヤメーカー側も彼の熱意に共鳴していく。未知のタイヤを自らの手で作り上げる。タイヤメーカーのエンジニアと共に夢を育めた。過酷だが幸せな時がそこにあった。僕の基本方針はカローラが良くなればいいといういつも基本方針で働いてたんで、割となりふり構わず車第一主義で仕事してたもんですから、非常に迷惑をかけたと思うんですね、メーカーさんとかに。で本当にお礼を言いたいな。よく私みたいな人間にみんないろいろトヨタ内でもそうですし、メーカーさんもあと家族なんかも含めてですね、協力してもらったなっていう感謝がしてます。こうした日々の果てに NCV はコシがありしなやか、トータルバランスに優れる操縦安定性を獲得した。クラストップ、世界のどの車にも負けない操縦安定性は驚きをもって迎えられることとなった。ラインオフを間近に控えたある日、思いがけない人が訪ねてきた。初代カローラチーフエンジニア
長谷川達夫氏である。これが量販のグレードです。一番向こうがワゴンのスポーツエンジンになってます。第一印象として高級感がありますね。ありがとうございます。長谷川氏自らハンドルを握りコースへと乗り出す。快適ですね。GT 級だな。いや立派に出来上がりましたよ。ありがとうございます。カローラらしくないわ。コングラチュレーション。ありがとうございます。第一のことはすごく高級だなと、立派だなということ。あらゆる努力で努力されて達成されて、お客様にとっても十分アピールできる。それで販売店の皆様にも勇気を持って売っていただけるということをやれたというのは、ある意味では私が最初にやったのとはちょっと違う意味での大変な努力だったと思うんですよ。異質の努力があったと思ってます。9代目カローラが行く。妥協することなく試練の時を大しくかけた開発者たちの夢を乗せてカローラが行く。やれることは全てやった。吉田、そしてスタッフたちは今そう思っている。セダン、フィールダー、私たちは文字通りゼロからの出発でこれらの車を開発しました。おかげさまでこれまでカローラに乗り続けてくださった皆様にはもちろん、若い方や女性の方など幅広い皆様にも大変喜んでいただいています。21世紀の先端を行く車を作りたい。セダンで言うなら理想のコンパクトセダンを世に問いたいという私たちの目指した方向は間違っていなかったと改めて感じています。さて、こうした開発への夢、情熱、挑戦はセダンに限ったことではありません。次にシリーズ第3弾にあたるランクスの開発物語をご覧いただきましょう。2001年カローラランクス誕生。この車もまたゼロからの出発をキーワードに本物の2ボックスとは何かを追求した。またセダン、フィールダー以上に世界を見据えた戦略車種でもある。たくさんの競合の中で生きていくためには我々としてもその従来の考え方ではなくて新しく、そのスタンダードを作るという考え方でやってるし、当然ゼロからの出発と。今回の車は何よりも本物でありたい。開発の原点はそこにあった。本物であるからこそ世界に通用する車、トヨタの世界の戦略車種の一つであるということには違いないものですから、それで立派に働いてもらう車で、それを目指して作った車ですね。ではこの車で吉田が狙うターゲットは。この車をぜひ買ってもらいたいというのは、特に20代から30代の若い男性の方と、それからレヴィントレノと違うのはですね、もう少し洒落たね、独身のキャリアウーマンみたいな方、そういう方にぜひ乗ってもらいたいな、そういう洒落た車が欲しいなと思ってます。そういう車にしたつもりです。カローラランクスのエクステリア。ポイントは欧州車に負けない存在感と佇まいである。
99年冬、ヨーロッパにおけるデザイン拠点エポックに若手デザイナー広川、そして加藤が派遣された。それは世界拠点同士で競い合うコンペではなく、コラボレーション、共同作業でデザインを進める画期的な試みであった。全ては世界に通用する車を作り上げるためである。正直で嬉しかったですね。そういうチャンスを僕は待ってましたから。今まで自分が考えてた理想的ないい車をやれるせっかくのチャンスじゃないかなと思いました。日本だけじゃなくて、そういう新しい環境のところでその全く違った環境の方と一緒に仕事をしながらね、それ一緒に作るっていうのはなんか新しいものを創造するには一番いいんじゃないかと思うんですよ。でしかも若い、模索するちょうど一番いい時期に行ったんじゃないかと思うんですよね。広川30歳、加藤28歳。開発陣は2人の若さと可能性にかけていた。慣れないヨーロッパでの暮らし、若手であるがゆえの未熟経験不足、ビッグプロジェクトを担当しているプレッシャーに2人は押しつぶされそうな日々を送る。そうした中、2人はある認識を共に持ち始めていた。それはヨーロッパの街、そしてそこに生える欧州車の力強さ、美しさである。ヨーロッパの街並みはもう本当に車道から歩道が少しあって、もうすごく高い石造りの壁があるわけですよね。で空も、冬ですとやっぱり曇りがち、雨も多いと、そういった中できちっと断面あるクオリティを表現していくという手法を彼らはやっぱりある歴史の中で開発したのかなと。春、エポックとして2台のモデルを作り提案する形となった。広川と加藤はそのうちの1台を任された。2ボックスなんだけど、クラスレスな存在、特にヨーロッパではファーストカーとして使われる機会が多いものですから、ファーストカーとしてですね、決して安っぽく見えない。2人のイメージは次第に形となっていく。その何も木をてらわずに佇まいと存在をきちっと主張できる車、そこを目指そうというふうに考えました。やがてエポックの A 案 B 案ができ、日本での中間審査に持ち込まれることとなった。こちらが広川たちの B 案である。正直やっぱり自分たちのアイデアが B 案が残ればいいなとは思いました。ただしA 案に関しても我々一緒にやっていましたので、どちらになっても悔いのないように。そして中間審査、結果は広川加藤の案の採用であった。やっぱり新鮮だったんじゃないかと思うんですよ。下手になんていうのかな、まとめようという感じでもなかったし、かえって新しい感じがするし、おおらかだったしね。どちらかというとソフィスティケーテッドな感じがしたというのがみんなの印象じゃないかと思うんですよ。とっても綺麗でしたよね。こうしてカローラランクスは存在感あるアイデンティティにあふれたエクステリアを獲得したのである。やはり僕ら開発者の熱い思いがギュッと詰まってるんじゃないかなと。お客様に一番喜んでもらえることができたのではないかなと。そういう人たちと喜びを共有できることが今の誇りだと思います。カローラランクスは美しいスタイリングとともに走りの良さが大きなテーマであった。やっぱり僕はしなやかな走り、上品なというか硬質なというか、
すごい荒れたなんか若々しい荒れた感じではなくて、しなやかで美しい走りというのを狙いにしたいと思います。まず第一に欧州車に負けたくないといったところから開発を始めました。欧州では高いボディ剛性と操縦安定性が重視され、それらを身につけた強力なライバルに負けない車を作りたいボディ設計担当者たちの奮闘の日々がスタートした。ボディの剛性は基本的に補強していけばいくほどどんどん上がっていく。だが車重の軽い方が操縦安定性が良い。この二律背反的な要件をいかにまとめ実現していくか、それが難しい点であった。ボディ設計の立場として考えますと、やはりしっかりしたボディを作りたいといったところが一番重要なものですから、ハッチバックということもありまして、リアボディ、主にこのバックドア周りの構造をどうするかといったところが一番大事でして、そこに関しては本当にもう何回も何回も議論を重ねてまいりました。打ち合わせには電卓がつきものであった。部品一点一点の質量を絞り込み解析していくのである。ただボディ剛性を高めるには板圧をボンボン上げりゃ、それは当然ボディ剛性は上がりますけども、それだとやっぱり質量絡んできます。で質量をかけていいところと悪いところもやっぱり多々あるもんですから、0コンマでいくつまで0コンマ05まで板圧がありまして、そこまで薄い板圧の中でも頑張ってきてるもんですから、結構真剣に本当に0コンマ05単位でやってるといったところで軽量化をやってきています。日々深夜に及ぶ試行錯誤の繰り返しの中から理想の設計が生まれつつあった。思ったようにことが進まないんだけど、やっぱし、自分でも悔しい思いしますしですね。涙は流してませんけど、悔しい思いはしょっちゅうしましたね。5月、東富士のテストコース、日高たちは試作車を実際走らせてみた。正直ですね、すごくいい車だと思いました。それは走ってても楽しいし、騒音も少ないですし、本当に期待した以上にいい車ができたなということを感じました。カローラランクスの操縦安定性、担当者たちはプロジェクトが始まった時、何よりも走る楽しさを感じられる車を作ろうと決意した。ステアリングを切った時に反応がよくって、で思った通りに曲がってくれる、そんな軽快感のある車、そういう車を作りたいなと。 NCV シリーズとしてジオメトリーは原則いじれないという制約があった。その制約に従いながらより軽快でスポーティーな足回りを得よう、長坂たちは努力を重ねた。ところがどうやっても思うような走りを得ることができない。開発は完全に行き詰まった。社内で公表された時には、正直言ってものすごいショックを開発陣の私を含めて受けまして、やはりセダンワゴンの延長線上で考えたところも私たちにもありまして、やはり思い直したというか、みんな奮起したという、一つのきっかけではありました。もう一度サスペンション、ショックアブソーバーをゼロからチューニングし直す。それは全ての設計変更を意味した。さらに長坂たちはタイヤも思い切って変えた。また当初考えてもみなかったパワーステアリングの専用開発も決意した。当然生産技術やコストに影響する。
従来では考えられない冒険と言ってよかった。今振り返ってみるとわがままなことを開発してはやらせていただいたと思います。こうした努力はやがて目標であった走る楽しさを感じさせる走行性能へと結実する。やっぱりエンジニアとしての考え方がその車に入ってないといけないと思うんですね。この車をどうしたいかというところをやっぱりちゃんと考えを持ってそれが車に反映されていないとその車のまあ言い方があれですけど魂がないと。世界を狙える車だというところで狙って開発はしたんですけれども、それは皆さんに乗っていただいて判断していただきたいなと思います。どんな優れた車も人が作ります。人が創造し、人がこれだと思い、人が失敗したり成功したりを繰り返して、その地平線の果てにようやくこの形、この走りを得るのです。それは車に限らないかもしれません。あらゆる製品には人の思いが込められているのです。 NCV ニューセンチュリーバリュー、21世紀の先端を行く車を作りたい、その思いで開発したセダン、フィールダー、ランクス、スパシオ。誤解を恐れずに言うならば、ここにある車たちは私たち開発者の人生そのもの、私たちの思いそのものと言っても過言ではありません。どれも皆様のご期待に十分頼ることのできた車だと今私は自信を持って申し上げられます。これからもとどまることなく開発を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。